様こんにちは、セリナです。今回は1月24日発売、スック2025春カラーコレクション花屏風よりシグニチャーカラーアイスの新色14有琥珀限定色114花こぼしフラーリングカラーブラッシュの限定色106異色107夢忘れを購入したのでレビューしていきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。今回の動画ではスックの春コスメをレビューしていきますので、このコスメはどのパーソナルカラータイプにおすすめなのか知りたいという方や、購入を検討しているけれど実物を試せなくて迷っているという方に少しでも参考になれば嬉しいです。もちろんご自身のパーソナルカラーがわからないという方にも参考にしていただけるように、明るめが得意、暗めが得意、鮮やかさが得意、くすみが得意など自分の得意な特徴に当てはめてコスメを選びやすいように説明していきますので、少しでもコスメ選びのお役に立てたら嬉しいです。また別の動画ではなりたいイメージに近づけたり、どのパーソナルカラータイプの方にも似合わせやすいこちらのパレットを使いこなすメイクパターンもご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。スック2025春カラーコレクション花屏風、金銀の箔に重ねて艶やかに咲く春の花々や景色が描かれた屏風。スック2025春カラーコレクションはそんな花屏風の色彩にインスパイアされて生まれました。ご紹介していくのはこちら、シグニチャーカラーアイズの新色14有琥珀限定色144花こぼし。静寂な絵に内包された春の花々の華やかさ、可憐さ、それを取り巻く空やまばゆい光などを表現した金銀の箔にインスピレーションを受けて、濃度がありながらどこか柔らかな優しさを含む色立ちは眼差しに洗練と大人の余裕をもたらします。新色の14有琥珀はサテンベージュ×シャインローズ。ベージュからブラウンのグラデーションにコーラルピンクのニュアンスの入ったワントーンパレット。ベーシックでありながら目を引く仕上がりに。限定色の144花こぼしはサデンアプリコット×シャインモーブ。ピンクに変更するクリーミーなペールブルーやブルーとグリーンのパールが輝くレッドブラウンなど、赤みと青みが行き交う春の花をまぶたにこぼしたような華やかでドレッシーなパレット。フラーリングブラッシュ限定色106異色107夢忘れ。パウダーの良さを生かすオイリーレス処方を採用したことで、空気を含んだような柔らかな血色感が表現されるブラッシュ。植物の動き、木の枝の流れをイメージして抽象的なパターンに起こした華やかな見た目にも心が躍ります。106の異色はアプリコットピンク×シアーピスタチオ。穏やかなオレンジのニュアンスが漂うピンクチークが血色感を出しながら、セージグリーンのパール入りのベージュハイライトで透明感を乗せて、ゴールドのパールが輝き、名前の通り笑顔の似合う可愛らしい仕上がりに。107夢忘れはモーブローズ×シェルピンク。可憐なモーブローズが蒸気したような高揚感を乗せるチークと、黄みのあるシェルピンクのハイライトの組み合わせは華やかな雰囲気を演出。シルバーのパールが入っていることで上品な艶をまとった方に。まずは限定チーク106の異色と107の夢忘れを比較しながらご紹介していきたいと思います。パーソナルカラーにおけると106異色はイエベ春におすすめ。明るいオレンジベージュに大粒のゴールドラメがたっぷり輝きます。黄みがあり明るい色が得意な方におすすめです。16タイプのパーソナルカラーにおけるとウォームスプリングに特におすすめ。
107夢忘れはウルベ冬におすすめ。クリアで鮮やかな青みピンクのベースに大粒のシルバーラメが輝きます。青みがあり、クリアなカラーが得意な方におすすめ。16タイプのパーソナルカラーに分けると、クリアウィンター、クールウィンターにおすすめです。それでは片方ずつに塗ってみたいと思います。まずはこちら側に106を塗ってみます。まずはチークの部分を取って、頬の広範囲に塗ってみます。色味自体は柔らかいトーンですが、発色がしっかりしているので、一塗りでもこんな感じで、しっかり明るいオレンジベージュを楽しむことができます。チークの方にもしっかりラメが入っています。下側のチーク部分のみを塗るとこんな感じです。見た目の通り柔らかくて明るいオレンジベージュカラーがそのまま肌の上にしっかり発色してくれます。近くで見るとこんな感じで、ベースの質感はふんわりと肌に馴染むようなマットですが、上に大粒のゴールドラメが輝くので、チーク単色使いでもツヤツヤな頬に仕上がります。ではその上にハイライト部分を重ねていきます。ハイライト部分を重ねると、より面で光るようなツヤがプラスされてとても綺麗です。チークとハイライトを重ねて塗るとこんな感じに仕上がります。チークにも大粒のラメが入っていましたが、ハイライトを重ねると面で光るようなパールのツヤが加わって、より艶やかな方に仕上がります。近くで見るとこんな感じで、ほんのりグリーンのハイライトで透明感がプラスされている感じがわかりやすいと思います。マットなベースに大粒のラメとパールのツヤを組み合わせているような感じなので、ツヤはしっかり出ていますが、そこまで毛穴が悪目立ちしないところもすごく使いやすいポイントだなと思いました。では反対側に107の夢忘れを塗っていきます。まずはチーク部分のみを塗ってみます。こちらは106よりもさらに発色がしっかりしていて、一塗りでもこんな感じで透明感抜群の青みピンクを楽しめます。下側のチーク部分のみで仕上げるとこんな感じです。クリアで発色がしっかりした青みピンクのベースにシルバーの大粒ラメで角度によってツヤをプラスしてくれるような仕上がりです。近くで見てもこんな感じで、カラー自体に程よく深みがあるので、106よりもさらに発色をしっかり楽しめる感じがします。では上にハイライトを重ねていきます。ハイライトを重ねると、よりラメのきらめきがプラスされる感じがして、とても華やかに仕上がります。はい、107の夢忘れ、チークとハイライトを組み合わせるとこんな感じに仕上がりました。106のハイライトは面で光るようなパールのツヤタイプでしたが、107のハイライトは大粒のラメといった感じで、こちらは重ねるとこんな感じで、チークの中に入っている大粒ラメにさらにハイライトの大粒ラメがプラスされて、かなり華やかな印象のチークに仕上がりました。カラーによってラメの大きさが異なる印象です。柔らかく可愛らしい印象に見せてくれる色が好きな方や、パールの発光するようなツヤ質感がお好みの方は106がおすすめ。大人っぽく洗練された印象に仕上げたい方や、大粒ラメの華やかさを楽しみたい方は107がおすすめかなと思います。それぞれ引きで見るとこんな感じの違いです。続いてはシグニチャーカラーアイズの新色14番の有琥珀をご紹介していきます。パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上はイエベ春、ブルベ夏におすすめ。ニュートラルなピンクベージュのベースにゴールド、シルバー、ピンクのラメがぎっしり詰まっています。黄身、青み、どちらの要素も持ち合わせているので、イエローベース、ブルーベース問わず、明るく華やかなカラーが得意な方のベージュアイシャドウとして使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ブライトスプリング、ブライトサマーにおすすめです。続いて右上はイエベ春におすすめ。ゴールドの微細ラメがぎっしり詰まったベースに、パープル、ピンク、グリーンのラメがきらめきます。黄身や大粒のラメが得意な方におすすめ。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ビビットスプリングに特におすすめです。
続いて左下は、ブルベ冬、イエベ秋におすすめ。深みの強いブラウンのベースに、ゴールドとピンクの大粒ラメが輝きます。イエローベース、ブルーベース問わず、深みのある濃いカラーが得意な方におすすめです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ディープウィンター、ディープオータム、ストロングオータムにおすすめ。最後右下はイエベ秋におすすめ。ブラウンのベースにゴールドのラメが面で光ります。黄みがあり、落ち着いたカラーが得意な方におすすめです。イエベ秋タイプ全般の締め色として使いやすいカラーです。それではパレット1色ずつをまぶたの上に単色塗りして、実際のカラーや質感をご紹介していきます。まずは左上のカラーです。こちらはかなりしっとりしている粉質で、全体的にパールのツヤとラメをしっかり感じられるので、艶やかなまぶたに見せてくれます。1色目単色塗りだとこんな感じです。しっとりした粉質とパールとラメの質感が相まって、ヒートタイプのアイシャドウを塗った時のような艶やかさを楽しめました。明るいベージュカラーですが、絶妙に陰影も与えてくれるので、ベーシックなベージュアイシャドウとしていろいろな方に使いやすいと思います。続いて右上のカラーです。このカラーは手元やまぶたの上にのせると中に入っているゴールドの微細ラメが見えてとても可愛いです。はい、2色目暖色塗りだとこんな感じです。パレットで見るとこちらのカラーなので落ち着いたクリーム系なのかなと思いますが、まぶたの上にのせるとイエローゴールドのラメがぎっしり詰まっていて、面で輝くような質感がとても綺麗です。華やかで明るい印象を加えたい時のアクセントとしても使いやすそうですね。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて左下のカラーです。こちらはこのパレットの中でも一番ラメの粒が大きくて華やかなカラーです。ベースの粉質はしっとりしているので、ラメのざらつきも感じにくいですね。はい、3色目、単色塗りだとこんな感じでした。深みのある赤茶のベースに、ポロのような大粒ラメがしっかりと輝く華やかなカラーです。一色でも陰影感と華やかさを同時に叶えてくれるので、単色塗りでもとても可愛いですよね。パレットで見るとこちらのカラーなので、まぶたの上にのせた方がより深みをしっかり楽しめる印象だなと思いました。最後、右下のカラーです。こちらは全体的に発色がしっかりしている今回のパレットの中でも特に高発色な締め色です。かなり深みのあるブラウンなので、まぶたをしっかり引き締めたい方におすすめですね。はい、4色目、単色塗りだとこんな感じでした。かなり高発色でとても深みのあるダークなブラウンカラーです。ただこちらも粉質がしっとりしていて柔らかいので、指塗りでもグラデーションは作りやすかったです。まぶたの上にのせるとゴールドのラメはかなり馴染みますが、顔を動かした時に自然にツヤを与えてくれるので、程よいアクセントになっていて可愛いです。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。ではここからは14番の有効白全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず左下のカラーを指に取って、ワーまぶたのアイホール全体にのせていきます。このパレットは特にこのホロのような大粒ラメが輝くカラーがとても可愛いなと思ったので、今回のメイクではこちらの華やかなカラーをメインに使っていきます。続いて右下のカラーを指に取って、ワーまぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。かなり深みのある締め色なので、しっかり目元にコントラストをつけたい時におすすめです。この2色だけでもとても可愛いグラデーションに仕上がります。続いて付属のチップの太い面に左上のカラーを取って、下まぶた全体にのせていきます。最後に右上のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心にのせて、さらに細かいラメのニュアンスをプラスしていきます。
深みのある2色でグラデーションを作っているので、この明るいゴールドを重ねるとハイライトのような効果もプラスしてくれます。新色の14有効白、全色を使ってメイクするとこんな感じに完成しました。こちらのパレットは全体的に発色がしっかりしていて、深みのあるカラーとポルのような大粒ラメのきらめきがポイントになっていたので、今回はパレットの中でも一番しっかりラメのきらめきを感じられるカラーをベースにして、最後にさらに微細なラメのカラーをアクセントにして、ツヤツヤな目元に仕上げてみました。深みとラメの華やかさのコントラストがとても可愛いですよね。目元をしっかり強調したい時や、深みのあるメイクを楽しみたい時にとてもおすすめなパレットだなと思います。吹きで見るとこんな感じです。続いてシグニチュアカラーアイスの限定色144花こぼしをご紹介していきます。パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上はイエベ秋、イエベ春におすすめ。黄みの強いオレンジベージュに多色のラメがきらめきます。黄みが得意な方全般に使いやすいカラーです。続いて右上はブルベ冬、ブルベ夏におすすめ。ホワイトのベースに青みピンクとブルーのラメが角度によって光る変更タイプ。青みがあり、クリアなカラーが得意な方におすすめです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、クリアウィンター、クールサマーにおすすめ。続いて左下は、ブルベ冬、イエベ秋におすすめ。レッドブラウンのベースに、ブルーとイエローの大粒ラメが輝きます。黄み、青み、どちらの要素もあるので、イエローベース、ブルーベース問わず、鮮やかな色や大粒ラメが得意な方におすすめです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ビビッドウィンター、ストロングオータムにおすすめです。最後、右下は、ブルベ冬におすすめ。高発色なピンクパープルのベースに、ピンクとシルバーの微細ラメが輝きます。青みがあり、濃いカラーが得意な方におすすめ。16タイプのパーソナルカラーに分けると、単色塗りならディープウィンター、主メ色としてはブルベ冬タイプ全般に使いやすいです。それではパレット1色ずつをまぶたの上に単色塗りして、実際のカラーや質感をご紹介していきます。まず左上のカラーです。こちらもかなりしっとりしている粉質とパールのツヤとラメで艶やかな目元を演出してくれます。とても可愛いオレンジベージュですね。はい、1色目単色塗りだとこんな感じでした。パレット見たままのようなオレンジベージュカラーに発色します。角度によって少しピンクのニュアンスも感じられるところが暗く沈みすぎなくてとても可愛いポイントだなと思いました。続いて右上のカラー。こちらはパレットで見るとホワイトカラーに見えますが、まぶたの上にのせるとピンクに光る変更カラーです。この質はさらりとしているのでベースカラーとしても使いやすいです。2色目は単色塗りだとこんな感じです。パレットで見るとこんな感じのホワイトカラーですが、まぶたの上にのせると角度によってピンクのニュアンスを楽しめる変更カラーに発色します。ラメ感はかなり繊細でとても穏やかなので、自然に透明感をアップさせたい時に使いやすいと思います。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて左下のカラー。こちらもかなり大粒のラメを楽しめるタイプです。ブルーのラメがしっかり透明感を与えてくれて素敵ですね。はい、3色目、単色塗りだとこんな感じでした。結構しっかり深みを感じられるレッドブラウンのベースに大粒のブルーラメがキラキラと輝きます。手元で見た時はブルーラメとイエローのラメがだいたい同じくらいしっかり輝きましたが、肌の上にのせるとイエローラメが馴染むので、よりブルーベースの方に使いやすい印象になるなと思います。最後、右下のカラーです。こちらもかなり発色のいい締め色ですね。寒色系のパープルカラーが大人っぽいイメージに仕上げてくれます。はい、3色目、単色塗りだとこんな感じでした。パレット見たままのような深みと鮮やかさを同時に楽しめる
ピンクパープルカラーに発色します。こちらもまぶたの上にのせると中に入っている微細なラメはかなり馴染みますが、角度によって程よくキラッとしたアクセントを加えてくれます。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。それでは限定色の144花こぼし全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず左下のカラーを指に取って上まぶたのアイホール全体にのせていきます。深みと華やかさを同時に楽しめるカラーをしっかり塗っていきます。続いて右下のカラーを指に取って上まぶたの目尻3分の1にのせていきます。この2色を組み合わせるとより青みと透明感が増していきます。続いて左上のカラーを付属のチップの太い面に取って下まぶた全体にのせていきます。上は青み系の透明感カラーでまとめるので、下まぶたに温かみをのせてバランスをとっていきます。最後、右上のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にのせていきます。さらにこの平行ピンクを重ねて幻想的な目元に仕上げていきます。はい、限定色の144花こぼし全色を使ってメイクするとこんな感じに仕上がりました。今回はこちらのパレットの青みと深み、そして鮮やかさをしっかり感じられるメイクに仕上げてみました。ベースに使った左下のカラーはブルーのつぶら目が際立つので青み系のカラーに感じやすいですが、レッド系のブラウンカラーなのとイエローのラメも入っているので程よく黄身の温かみのニュアンスを出してくれて今っぽい透明感メイクに仕上がりました。大粒ラメとピンクの変更カラーのバランスがとても可愛いです。引きで見るとこんな感じです。はい、ではこんな感じでスックの春コレクションをご紹介していきました。チークは既存のタイプよりも大粒のラメのきらめきをしっかりと楽しめて華やかな肌を演出してくれるところがとても綺麗でした。アイシャドウも待望の新色と限定色どちらも全体的に深みがあって発色がしっかりしていたので、目元をしっかり強調したい方やカラーの発色を楽しみたい方にとてもおすすめだなと思います。とても素敵なコレクションだったので、気になった方はぜひお早めにチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。